はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、事前に検討すべき設計者への現場からのメッセージ、声みたいなテーマでお話ししたいと思います。設計者はやっぱ設計をすることに多くの時間を費やしているので、現場に行く回数ってどうしても少なくなっちゃうんですよね。で、現場行ったとしても限られた時間なので、現場監督さんとお話しするぐらいなんですよね。でも空間は毎日作られていて、何かしら試行錯誤が繰り返されているんです。その中でも設計者として図面を描く上で現場の声を聞いておいた方がいいかもなという内容を今日はお話ししたいと思います。最近ですね、めっぽホテルのリノベーションのお話が続いておりますが、それはですね、実は伊豆下田の黒船ホテルさんのリノベーションをやらせていただいているからなんですよね。で、そこの空間にアートとか職人技を取り入れた空間デザインをちょっと目指してるんですね。今はこれにめっぽう集中していて、今後僕らの新たなデザインの一歩として添えてるんですよね。で、設計検討をしておけばですね、今日のテーマの現場でもっと二度手間がなくってもっとスピーディーに工事が進むよなって思ったことが結構あって、それを今日お話しするんですけど、具体的にねあったことなんですけど、一つ目がね、コンセントとスイッチの位置なんですよ。工事の初期段階で電気の配線っていうのはスイッチとかコンセントの近くまで、天井裏とか床下とか配線しておくんですけど、そこの工事まではですね、電気図面見ていればなんとなくできちゃうんですよね。で、その後の話が結構デザインに影響するポイントなんですけれども、ホテルの客室のベッドのヘッドボード、頭の上にある板みたいなやつとかですよね。その頭の上の方にあるものにスイッチとかコンセントとかってよくついてますよね。そこのどこにコンセントとかスイッチどういう配置で並べたらいいのかなっていうのを書いてあるか書いてないかによって結構現場はスピーディーに進んだり進まなかったりするんだなと思いました。これ展開図に絶対書いといた方がいいかなと思いましたね。で、次にあったのは、そもそもそこにスイッチがつけられないみたいな問題ですね。既存の壁を利用してるんですけど、その壁自体がもうコンクリートとかコンクリートブロックで直接もう仕上がっていたりすると、配線がもちろん入んないですし、木軸でトントンって叩いて空洞だな、これ配線通るなって思っていてもですね、昔の建物っていうか昔の軸の組み方って横残が入っている場合ってあるんですよ。そうするとですね、壁の中に電線が下まで落とせないんですよね。で、そうすると配線が通らないし、コンセントが埋め込めないわけですよ。木造の場合は埋め込めますけどね、空洞なんで。でもじゃあそれだったら露出しなきゃいけなくて、コンセントだったらボコって出っ張っちゃうし、コンセントボックスごと出っ放しちゃうんですけど、それでもいいやっていうんであれば、全然つけることはできるんだけど、なんか見た目がごちゃっとして嫌ですよね。それこそ配管自体を鉄管とかラフなデザインでやるみたいなテイストだったらいいんですけどね。で、ちょっと今出てきた配線ルートが見えてきちゃうっていうのは、
既存の床壁天井を使う場合はもう本当いろいろ出てきちゃうんです。それは同時に床壁天井をどこまでぶっ壊せるか、既存で残すかによって決まってくるわけです。で、内装を既存のものを利用したいっていうオーナーさんの要望があってですね、それ多分コストとかも関係してそういうふうに言われてるんだと思うんですけど、そのために通常なら配線は露出になっちゃうんですよ、基本は。だけどおしゃれな空間にそれはないよねってなると、その壁を壊したりとかですね、頑張って見えづらいルートを探すかになるので、現場はなかなか気を使う作業になって、設計者もここ嫌だよみたいな話になりやすいってことなんですよね。でこれで電気だけじゃなくて給排水工事とかにもいろいろあるんですよ。例えばですね、洗面台の下の配管が見えちゃう、排水が見えちゃうよみたいな、家具図で天板を浮かすデザインをした時に、断面検討で配管までちゃんと設計してチェックできてたかどうかっていうのが結構ポイントになるんですけど、家具図を描いていてね、家具のデザインばかりに気を取られて、その配管丸出しっていうのはさすがにちょっと美しくないデザインができてしまうんですよね。その辺って優秀な工務店というか配慮できる工務店、設計ができる工務店ですよねであればもうさらっと解決しちゃうんですけど、それってやっぱ施工者側に設計が奪われてるってことになるんですよね。でそれはいい悪いはもちろん別として、判断は設計のスタンス、その人の設計者としてのスタンスの考え方によるとは思うんですけど、これって結構意見が分かれるポイントだなってちょっと思います。ちょっとね、今まで事例を踏まえてお話ししてきたんですけど、共通して言えることっていうのはですね、設計図書がしっかりしていればですね、施工がスムーズに本当に進むってことなんです。なので工事期間を短縮したいんであれば、設計を現場レベルまで落とし込んで検討することはとても重要なんだよってことです。よくですね、早く工事進めて遅いなっていうデザイナーさんがねたまにいると思うんですけど、現場サイドの意見としてはですよ、それならちゃんと設計しろよっていうのが正直な本音かもしれませんよね。今日は事前に検討すべき設計者への現場からの声っていうテーマでお話しさせていただきました。デザインって見た目だけじゃなくって、ちゃんと機能も作り方もその流れも反映されたものづくりができる図面を描いた方がいいよっていう話でした。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有していきます。今日の話でちょっと疑問に思ったり、実際にやり方を知りたい方は一度覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。